皆さんこんにちは。プッティモンキーレンチのお時間です。今回は前回まで作成してきたアニメーションを完成させます。レイヤースタイルという機能を使ってシェイプレイヤーに質感を加えていきます。このように影と光を演出してシェイプレイヤーの見た目を変化させていきます。他にもシェイプレイヤーの登場に合わせて背景もアニメーションさせてみましょう。では早速行ってみましょう。まずは画面中央の円形にレイヤースタイルを追加します。円形のシェイプレイヤーを選択し、レイヤーの上で右クリックを押します。レイヤースタイルという項目からシャドウ、内側というものを選びましょう。レイヤー内にシャドウ内側という項目が追加されているので開きます。まずは影がわかりやすいように不透明度を 100% にして距離の値を上げます。これでシャドウ内側の効果がわかりやすくなりました。次に光源があることを想定して角度を調整して影の位置を変更します。質感をアニメのようなノリにしたいので影の輪郭をくっきりさせたいと思います。チョークの値を100にすることで影の輪郭がしっかり見えるようになります。カラーを変更しましょう。描画モードが上手になっているので円形と同じ色に変えると元の色より濃く表示されて影のように表示されます。スポイトアイコンをクリックしてコンポ内の円形をクリックして色を取得します。色は影に見えるように自身で変更しても構いません。よく見えるように調整してみましょう。これで影の追加は終わりです。次は円形の輪郭を照らす光を作りましょう。もう一度レイヤーの上で右クリックをしてレイヤースタイルから光彩内側を選択します。開きましょう。不透明度を100に変更します。影と同じように輪郭をはっきりと見えるようにチョークを100にします。最後にサイズを調整して完了です。レイヤースタイルだけでも悪くはない見た目になりましたが、もう一手間加えてみましょう。ハイライトを作ります。レイヤースタイルを適用したレイヤーを選択した状態で、台形ツールに切り替えます。左上に光源があることを意識して、ハイライトになる箇所でドラッグします。塗りをオンにして、色を白に変更しておきます。線は不要なのでオフにしておきましょう。これで主役となる円形の質感は OK です。同じように外側に揺らめいている円形にもレイヤースタイルを適用させていきましょう。レイヤースタイルはコピーすることができます。適用されているレイヤーを開き、コピーしたいレイヤースタイルを選択して、コントロール C、次にコピー先のレイヤーを選択して、コントロール V です。円形のサイズが違うと、レイヤースタイルに設定した数値などは見直す必要があります。画面を見ながらレイヤースタイルを調整してみてください。外側にある複数の円形はあくまでも脇役なので、影の色も薄くするのがいいと思います。全体のバランスと相談しながら調整してみてください。では、最後の工程に入ります。背景をアニメーションさせます。中心のシェイプレイヤーが勢いよく登場するので、それに合わせて背景も動かしたいと思います。現在の時間を0フレームに移動させてください。背景レイヤーを選択してエフェクトコントロールパネルを見ましょう。グラデーションの開始色を白に変更してキーを打ちます。18フレーム進めて開始色の色を白から黒へ変更します。終点のキーフレームの入る速度を調整して再生してみましょう。うまくアニメーションさせることができたでしょうか？これで完成です。いかがだったでしょうか？破線、テーパー、波という3つの線の効果から2つのエクスプレッション、レイヤースタイルと幅広く機能を使ったので、最初は頭が混乱するかもしれませんが、何度か自分でも作っていくうちに手に馴染んでくるかと思います。少しずつ機能を覚えて活用していきましょう。
しわからない点や詰まった箇所はコメントいただけると対応できるかと思いますので、気軽にコメントください。では次回またお会いしましょう。さようなら。